こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。冬の時期、様々な盆栽展やイベントがあります。私どもでもそこに飾る木、またお客様にご紹介する木。この時期は手入れや商品作りに忙しい日々が続いています。この木も数ヶ月前に私どものこの庭にたどり着いた真柏です。おそらくは葉鞘とシャリの動きから北海道で生まれたものだと思われます。昨日おととい枝継ぎで作ったものではなく、長い年月をかけて山鳥の木を仕上げた古作であり老作です。前の持ち主に伺うと、その前の人、数十年前の話でしょうが、一度木が衰弱してやっと枝を伸ばして作ったと言われます。ただ今、この木をここから変えようと思います。隠れたシャリの動き、木の雰囲気、顔。ここに来て数ヶ月ですが、時折に木を眺めて、今のこの木の作りが正しいのか、この木の良さ、この木の隠すべきところ、それを見事に表しきっているかというと、まだまだこの木には可能性があります。強いて言えば、一度元気をつけるために枝をたくさん繁茂させた。その形のままで仕上げた姿がこの姿でしょう。ご覧の通りに、細い水水一本がねじり曲がりながら樹幹までに届いています。シャリ幹は板サバという山鳥ならではの見事なシャリ芸を見せています。北海道産の真柏は刀にもなるとアイヌの人たちが言うほどに鋭く硬いものです。その線の素晴らしさをもう少し表現できるんではないかと思います。よくこれだけの木ですと、糸魚川真柏という誰もが好む人気の葉鞘に枝摘みをすることが多いですが、私はあえてこの木はこれで良いと思います。名産と言われる糸魚川、東北真柏、そしてこの北海道、四国にもございます。それぞれの葉鞘の良さというのがあり、その中にも優劣があります。この木は北海道産の真柏としては一番葉鞘の良い細やかな密なるものと思われます。このままの姿、このままの命を数百年生きた姿を変えることなく、枝作りを変えて、この木の表情をもう一度見つめてみたいと思います。今日は枝抜きによって顔が生まれる真柏の美を皆さんにお伝えできればと思います。お楽しみください。すでに何十回となく、この木の枝打ちを何度も見てきました。たどり着く時というのは一瞬でたどり着きます。よく弟子たちにも言います。悩んだら切るな。ある時突然その悩みが消える時があります。何度も何度も心の中で木と問答してみることです。そうすることによっていらぬものが見えてくる場合があります。真柏の場合は枝抜きをするときにやや長めに枝を残します。細かなシャリ芸を見せる時があるからです。落ち枝が生きる場合と落ち枝が木の空間を消してしまう場合があります。まずこの2つを取ることで下に間が空きます。ただ無理に枝を
中へ持ってこようとしています。いらぬもの、残すもの、まるで木と問答するような時間ですね。ここを大きく開けたことだけでこの木の動きは出ます。ただし気をつけるのは、左へ左へと引っ張る枝がなくなりますから、こちらへ傾きかけです。その時に頭がどこまで来るか、それも見事です。そしてもう一つ、後ろに大きく張った枝があります。これも無理してこうしている部分があります。心拍は生きている時にわずかな枝で生きます。そのわずかな枝が残る姿こそが心拍の姿です。それを描き出すようにハサミを入れていきたいと思います。重くなく、それでいて魔調子を作る、そのようなことが心拍のハサミにはとても重要です。これだけ取ると木の顔は変わっていきます。乗せてもう一度ご覧に入れましょう。わずか数本の枝を外したのみです。大きく幹をかぶせていた引き枝を外し、木の立ち上がる線を出してみました。これだけの古木になりますと、木には顔が出ます。ここから一つ仕上げの仕事を少しして、最後の完成形をご覧に入れましょう。
あれからさらにいくつかの枝を抜き、前枝、脇枝、そして裏枝。ご覧に入れた時のさらに同じ数の枝を抜き込みました。特に下の空間、左の重さを消して、このシャリの流れが樹幹へと動くまでが見えるその姿、それこそが心拍の美です。あまり隠すのではなく、シャリの天然の厳しさを見せる。そのことがこの木にとってとても大切なものになります。本当はここからシャリを磨き上げたり、水水をきれいにすることもあるのですが、この木は大変な老木。このように自然な風化したシャリの味、枯れ込んだ姿、それこそが風雪に耐えた味わいを見せています。きれいにするというのは、見方がいいだけではありません。やはりその木の持っている怖さや歩いてきた厳しさ、それを描き出そうとするときは、このシャリのままの方のが心拍の恐れと股間がよく現れます。思い浮かべてください。足の踏み入れることない険しい山の中にもし生き抜く木があったとしたら、綺麗な姿ではありません。生き抜いた恐れに近いものが必ず潜んでいます。それが表現できる心拍盆栽はそう多くありません。その一つとしてできる限りの今の仕事をしました。ここから春暖かくなり、水ぬるむ頃になれば、暖かい光や温度を受けて、この灰色は深い緑を増していきます。その時の命の緑と、もう命を失う枯れ込んだシャリのコントラスト。それこそが本当の心拍の美しさと言えます。この形にまでして、この打首亭から世の中のどこかへこの木は旅立つことになっていくでしょう。私たちはここに来た木を、その木の持っている顔、その木の持っている真の姿を外側に出して皆さんにお伝えするのが仕事です。もう一度皆さんの棚の盆栽も見直してみてください。どこか本当の顔が隠れていないかどうか、余分な枝で隠してしまっていないかどうか、そんなヒントになってくれればありがたいです。いかがだったでしょうか。枝の配置、抜き込み、その考え方、それによって木の表情が刻々と変わるのをご覧いただけたでしょうか。一つ一つの木、何気なく思っている木、人の先入観というものはとても怖いものです。こうだと思ってしまうと、それ以上のものが見えません。もう一度よく自分の目と心を平らにして、こだわりがない目にして、そして木の本質を見てみる。そんなことを繰り返すと、ご自身の盆栽もまたもう一巡楽しみが増えます。わびチャンネルはこのように木に対する思い、手入れ、いろいろな文化のもの、アーカイブで皆さんにご紹介しています。ぜひチャンネル登録をなさって多くを楽しんでいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。